ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、バリ島で起きた日本人高校生による集団万引き事件の話題についてよ。バリ島で日本人が？それってマジやばいやつやない？そうなの。現在、SNS で大炎上している事件があるんだよ。それは本当に厳しいよね。インドネシアの観光名所バリ島で日本人と見られる少年らが集団で万引きする様子が防犯カメラに映って、それがネット上に投稿されて大問題になってるの。うわぁ、それは恥ずかしいじゃん。で、どこの学校の生徒やったと？京都府内の大谷中学・高校の生徒たちだと特定されて、学校側も12月8日に公式サイトで事実を認めて謝罪したんだよ。校長が複数の生徒が訪問先において窃盗行為に及んだって認めたの。学校側が認めたってことはもう言い逃れできんってことやね。でもさ、具体的にどんな風に盗んだと？防犯カメラに映っとったんやろ？そうなんだよ。7分近くの防犯カメラの映像がインスタグラムに投稿されてね。T シャツや帽子、サンダルなどが並んだ土産店の売り場でカラフルな半袖シャツを着た少年3人が商品を見て回ってたの。胸には黄色いリボンがつけられていて、団体行動の目印みたいだったんだよ。黄色いリボン。修学旅行とか研修旅行でよくあるやつやん。それで堂々と盗んどったと？そうなの。店員と見られる男性が離れると、少年らはその様子を伺ってたんだよ。右側の少年は T シャツを手に取ると、一旦戻して店員の方を見てから肩掛けバッグの中に素早く突っ込んだの。計画的やん。完全に確信犯っちゃね。もっとひどいのはね、少年らは11番などと T シャツにプリントされた番号を確かめ合うような会話をしてたんだよ。左側にいた少年は飲んでいたペットボトル飲料を口に加えて、別の T シャツを手に取ると、店員の方を向いてから同じように素早くバッグに突っ込んだの。口にペットボトル加えて、器用なことしよるね。で、3人だけやったと？いいや、3人は背番号を覚えてないん？などとキョロキョロ見回しながら会話してたんだけど、その後もこの少年らを含めた数人が T シャツなどをポケットに入れたり、バッグに突っ込んだりしてたみたいなんだよ。数人。集団万引きやん。組織的犯罪やないと、これ。そうなの。さらにね、店員が戻ってきて、不審な様子がないかチェックしようとすると、一人が、ハウマッチ？などと、店員に質問を繰り返して、注意を引きつけてたんだよ。役割分担までしとったってこと？完全に計画的な犯行やん。その通りなんだよ。その後は、この少年がプリーズなどと拝みながら何度も値引きを迫って、最後は店員に OK を出してもらって、ビザの提出を求められていたの。値引き交渉してる間に他の人が盗んでたってことだよね。値引き交渉しながら裏で盗むとか、悪質すぎるやろ。で、この映像っていつ撮られたと？2025年12月3日の午前11時30分頃に記録されたと見られてるんだよ。その時の映像がインスタグラムに投稿されたんだけど、現在は削除されてるの。でも、日本では12月5日に X で映像の一部が取り上げられて大きな話題になったんだよ。削除されても拡散されたってことやね。インターネットって怖いじゃん。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。で、学校が特定されたのはどうやってと？この時期にバリ島へ行っていた京都の高校ではないかと名指しされて、騒ぎになったんだよ。そしたら、大谷中学、高校の SNS が次々に削除される事態になったの。SNS 削除。もう隠しきれんって判断したんやろうね。でもさ、ネットの反応はどうやったと？ネット上では少年らの行為に対してかなり厳しい声が上がってるんだよ。バリのお土産物屋さんに申し訳ない。きちんと現地で裁かれるべきっていう意見が多いの。そりゃ、そうよね。海外で日本人がこんなことしたら日本人全体のイメージが悪くなるやん。その通りなんだよ。さらにね、いくつかの現地メディアもこの騒ぎをウブド市内の観光地カジェン通りの土産物店で衣類10点ほどが盗まれたって報じてるの。10点も結構な被害額になるやん。店主さんはどうやって気づいたと？店主が在庫確認中に衣類が少なくなってると気づいて、防犯カメラの映像を確認したら観光客による万引きが分かったんだって。防犯カメラなかったら泣き寝入りやったかもしれんね。でもさ、学校側の対応はどうなっとると？大谷中学・高校は12月8日の夕方に研修旅行中の本校生徒による窃盗行為についてで題して公式サイトで関係者に宛てた説明文を出したんだよ。
研修旅行やったんやね。修学旅行とはちょっと違うと？研修旅行って呼んでるみたいだよ。で、学校の説明文では、まず、12月4日、本校の研修旅行に参加していた複数の生徒が、訪問先において、窃盗行為に及んだことが確認されました、って報告してるの。12月4日。映像は12月3日に撮られとるのに、学校が確認したのは12月4日ってことやね。そうみたいだよ。そして、現在、事実関係につきまして、慎重に確認を行っており、関係機関との連携も含め、対応を進めております、としてるの。関係機関って警察とかインドネシア当局とかってことやろうね。で、学校はどう謝罪しとると？学校はね、本件は被害者の皆様への配慮はもとより海外における法人の皆様にも影響を及ぼしかねない重大な行為であり、学校として生徒指導のあり方を真摯に見直す必要があると認識しておりますって述べてるんだよ。海外における法人にも影響。確かに日本人全体のイメージダウンになるもんね。そうなの。さらに、確認ができ次第、改めて、経過と対応方針をご報告いたします、としてて、被害に遭われた店舗の皆様、現地コミュニティの皆様、現地の関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます、って謝罪してるの。現地コミュニティにも謝罪しとるんやね。でも、これって学校だけの問題やないよね。生徒の責任も大きいやん。もちろんそうだよ。でもね、学校は本件につきまして学校としてこの事態を極めて重大に受け止めております。で、学校としての責任も認めてるの。生徒指導のあり方を見直すって言ってるから学校の監督責任も感じてるんだと思うよ。そりゃ、そうやろうね。研修旅行中の出来事やし、引率の先生と香ったはずやもん。そうなんだよ。それでね、学校側は最後に SNS 上での憶測や不確実な情報の拡散、実名、顔写真等の掲載、誹謗中傷はさらなる関係者への被害を招く恐れがありますので、慎重なご対応をお願い申し上げます。で、こう訴えてるの。ああ、ネットで特定作業とか誹謗中傷が広がっとるってことやね。そういうことだよ。確かに、窃盗行為は悪いことだけど、過度な誹謗中傷や個人情報の拡散は別の問題になるからね。でもさ、すみれ。これって高校生やろ？なんでこんなことしたんやろうね。それは本当に疑問だよね。修学旅行や研修旅行って普通は楽しい思い出を作る場所なのに、なんで盗む必要があったのかって思うよ。お金なかったとか？でも、海外旅行行けるくらいやし、お金がないわけやないよね。そうなんだよ。バリ島への研修旅行に参加できるくらいだから、お金の問題じゃないと思うの。もしかしたら、スリルを求めてとか、悪ふざけのつもりだったのかもしれないね。悪ふざけで窃盗。それは言い訳にならんやろ。っていうか、集団でやっとるってことは、誰か止める子おらんかったんかね。それが一番の問題かもしれないね。集団心理って怖いもので、みんながやってるから、自分もやっていいって思っちゃうことがあるの。誰か一人でも、これはまずいよって止めてたら、こんなことにはならなかったかもしれないよ。確かに。でもさ、防犯カメラあるってわからんかったんかね。今の時代、どこにでもカメラあるやん。それも不思議だよね。店員の様子を伺ってたってことは、バレないようにって意識はあったみたいなんだけど、防犯カメラのことまでは考えてなかったのかもね。甘く見とったってことやね。で、これって、現地の法律ではどうなると？インドネシアの法律では、窃盗罪は刑事罰の対象で、日本人だからって特別扱いはされないし、現地で裁かれる可能性もあるんだよ。マジか。人生終わったやん。高校生の時にこんな前科ついたら将来どうなると？それはかなり大変だろうね。未成年だから少年法の適用はあるかもしれないけど、記録には残るだろうし、大学進学や就職にも影響する可能性はあるだろうね。さらにネットに映像が拡散されちゃってるから、それも一生残るかもしれないね。一瞬の過ちが一生を左右するってことやね。でもさ、これって店側の被害も大きいやん。そうなの。10点も盗まれたら、それなりの金額になるし、何より日本人観光客への信頼が失われるよね。バリ島は日本人観光客も多い場所だから、こういう事件が起きると、日本人全体が疑われる可能性もあるんだよ。それは申し訳なさすぎるっちゃん。真面目に旅行しとる日本人まで迷惑やん。本当にそうだよ。だからこそ、学校も海外における法人の皆様にも影響を及ぼしかねないって言ってるんだと思うの。一部の生徒の行動が日本人全体のイメージに影響するからね。でもさ、引率の先生たちは何しとったと？生徒たちが買い物しとるとき見てなかったんかね。
それも疑問だよね。研修旅行だから引率の先生は必ずいたはずなんだけど、この時は見てなかったのかもしれないね。自由行動の時間だった可能性もあるけど。自由行動か。でも高校生やし、ある程度の自由は与えられとったんやろうね。まさか窃盗するとは思わんやろうし。そうだね。先生たちも生徒を信じてたんだと思うよ。まさかこんなことをするとは思ってなかったんだろうね。でも結果としてこういう事件が起きてしまったから、学校側も生徒指導のあり方を見直すって言ってるんだよ。今後の学校の対応も気になるっちゃんね。どんな処分するんやろ。それは学校の判断次第だけど、停学や退学といった処分もあり得るよね。さらに店舗側も現地の警察に被害を届け出たみたいだって言われてるから、刑事責任を問われる可能性もあるかもしれないよね。刑事責任、マジでやばいやん。でもこれって防げた事件やったんかね。難しい問題だよね。学校側は事前に何かしらの指導はしてたと思うんだけど、結果として防げなかったわけだから、指導が不十分だったのは言うまでもないよね。でも最終的には生徒自身の判断だから、生徒の責任が一番大きいと思うよ。確かに高校生にもなったら善悪の判断はつくはずやもんね。そうなんだよ。盗むことが悪いことだって誰でもわかるはずなのに、なぜやってしまったのかが本当に不思議だよ。集団心理とか悪ふざけのつもりとか、いろんな要因があったのかもしれないけど、それは言い訳にはならないよね。で、これから学校はどうなると思う？学校の評判は確実に落ちるよね。今後の入学希望者にも影響が出るかもしれないし、保護者からも不安の声が上がると思うの。学校としては再発防止策をしっかり示して信頼回復に努めるしかないよね。大変やね。でもさ、これって他の学校にとっても教訓になるやん。その通りだよ。修学旅行や研修旅行を実施する他の学校もこの事件を教訓にして事前指導をより徹底する必要があるよね。特に海外では日本の代表として行動してるっていう自覚を持たせることが大切だと思うの。日本の代表か。重い言葉やね。でもその通りやと思うっちゃん。そうだよ。海外で日本人が何かをすれば、それは日本人がやったって見られるんだよ。個人の行動じゃなくて日本人全体の行動として見られるから、それを理解しないといけないよね。でもさ、これってニュースになったからみんな知っとるけど、実際はもっと多くの日本人がマナー守って旅行しとるんやろ？もちろんだよ。ほとんどの日本人観光客はマナーを守って現地の人たちといい関係を築いてるんだよ。でもこういう一部の人の悪い行動が目立っちゃうんだよね。それが残念なところだよ。一部の人のせいで全体が悪く見られるって不公平やけど仕方ないんかね。現実としてはそうなっちゃうんだよね。だからこそ一人一人が気をつけないといけないの。自分の行動が自分だけじゃなくて日本人全体のイメージに影響するってことをみんなが意識する必要があるのよ。重い責任やね。でもそう考えると海外旅行って緊張するっちゃん。いやいや、そんなに緊張しなくても大丈夫だよ。普通にマナーを守って現地の文化を尊重して楽しく過ごせばいいんだよ。この事件の生徒たちみたいに悪いことをしなければいいだけなんだから。そりゃそうやね。普通に旅行を楽しめばいいだけの話やもんね。そうなの。バリ島は本当に素敵な場所だし、インドネシアの人たちも優しいから、ちゃんとマナーを守れば楽しい思い出がたくさん作れるはずなんだよ。それなのにこんな事件を起こしちゃって本当にもったいないよね。ほんまやね。でもさ、被害に遭った店主さんのこと考えるとやりきれんっちゃんね。そうだよね。店主さんは日本人観光客を信頼して接客してたと思うんだよ。それなのにこんなことをされてどんなに悲しかったかって思うとね。信頼を裏切られたってことやもんね。これで日本人観光客への見方が変わったら、それこそ取り返しのつかんことやん。本当にそうだよ。だから学校側も現地コミュニティの皆様でわざわざ地域全体に謝罪してるんだと思うの。店舗だけじゃなくて地域全体の信頼を失ってしまったからね。これから学校はどう対応していくんやろうね。ちゃんと謝罪と賠償するんやろうか。それは学校の発表を待つしかないけど、被害店舗への賠償は当然するべきだよね。そして現地の警察や関係機関とも協力して適切に処理する必要があるのよ。生徒たちにはしっかりと反省してもらって、二度とこんなことしないようにしてほしいっちゃんね。そうだね。まだ高校生だから、これからいくらでも人生をやり直すチャンスはあるんだから、この経験を教訓にして人生をやり直してほしいわね。でもネットに映像残っとるのは痛いよね。
デジタルタトゥーって言われるけど、一度ネットに上がった情報は完全には消せないから、それは本当に厳しいよね。でも、だからこそ、最初からやらないことが大切なんだよね。ほんまやね。やってから後悔しても遅いってことやね。ということで、今日はバリ島で日本人高校生が集団万引きをして大炎上したという話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。